では、脊髄反射の例として、室外腱反射と屈筋反射を勉強します。では、脊髄をちょっと詳しく見てみます。このカッコがついてるね、雲膜とかは覚えなくていいです。脊椎骨っていう骨に守られて脊髄は存在します。で、脊髄のこれ断面見てみると、外側は白質、内側は開白質が存在します。外側の白質はニューロンの神経繊維が集まっています。内側の開白質はニューロンの細胞体が集まっています。で、脊髄からは肺根と副根が出ています。肺根には脊髄神経節っていうちょっとしたね、ここに、このちょっとした膨らみがあります。肺根の実体は感覚神経の束、副根の実体は運動神経の束です。こちらが室外腱反射の概要です。ここが膝ね、ここが膝で、膝の少し下あたりをハンマーで軽く叩くと、筋紡錘っていう自己受容器が筋肉の伸びすぎを検出します。筋肉ってね、縮む分にはいいんだけど、伸びすぎるとちぎれちゃうんで、やべえ、筋肉伸びすぎじゃねって、この筋紡錘が筋肉の伸びすぎを検出して、で、筋肉が縮んで、足がビョーンって動くことになります。これが室外腱反射です。この筋紡錘っていうのはね、自分の体のね、力学的な状態、自分の体の置かれた状態の刺激を受容するっていうね、特殊なちょっと受容器で、自己受容器って言われます。筋肉にある受容器です。で、ちょっとね、室外腱反射の、刺激の経路をちょっと見てみましょう。こうやってハンマーでこう軽く叩くと、自己受容器がね、自分の体の、状態を、やべえ、筋肉伸びすぎだっていう風な情報を感知して、ほんでここね、オレンジのこれは感覚神経を構成するニューロンです。感覚神経に、やべえ、筋肉伸びすぎだよ、縮めなきゃやべえよっていうの命令が、この感覚神経に伝わって、で一応これね、ちょっと、これよく見えないけどね、この膨らみがあります。はじめに言ったここが脊髄神経節です。肺根にある膨らみね。で、これって実はね、感覚神経を構成するニューロンの細胞体が、この脊髄神経節の膨らみにあります。ね、感覚神経の、細胞体があります。で、これたまにね、肺根と副根、どっちがどっちだか問われる問題があって、この脊髄神経節がある方が肺根っていうふうに区別します。ほんで、これね、結構特殊で、本当はね、これね、感覚神経と運動神経、この緑の方が運動神経だけど、この運動神経の間に本当はね、普通、介在ニューロンっていうのが挟まるのがね、俺たちの間では普通な、なんていうか、人の、神経系の中では、まあ、普通なんだけど、ここに介在ニューロンがないっていう、ちょっと、特殊な、例です。この感覚神経を構成しているニューロンと運動神経を構成しているニューロンが直接ここでシナプス形成してます。で、こんな風に直で感覚神経を構成するニューロンが運動神経を構成するニューロンに直で、興奮伝えて、ほんで運動神経を構成するニューロンは筋肉を収縮させて、こう足を動かすわけですね。ほんで、この膝をさ、このハンマーでこう、コーンと叩かれてさ、そしたらこの自己受容器の筋紡錘が、やべえ、筋肉伸びすぎだって思って、で、筋肉の伸びを検出して、で、感覚神経に命令を送って、で、感覚神経は運動神経に命令を送って、で、運動神経は筋肉を縮ませて、で、足がビョーンと動く。で、このさ、神経の経路って、まるで形が弓みたいでしょ。このね、形が弓みたいでしょ。だからこの神経経路をね、この形の神経経路を反射球と言います。まあ、何が大事かって、この反射球はさ、こうなんていうの、まあ、今回受容器と効果器がどっちもね、筋肉にあるけど、まあ、筋紡錘っていう受容器と、筋肉っていう効果器がね、どっちも筋肉にあるけど、まあ、で、脊髄。この筋肉と脊髄しか関与してないじゃないですか。つまり、大脳が関与してないじゃないですか。こう大脳が詳しい命令を送ってないじゃないですか。反射球ってここの筋肉と脊髄の間で完結してるじゃないですか。そこが結構本質で、まあ、大脳が関与してないと。つまり、筋肉伸びすぎだよってさ、これ結構やばいことなんだよね。筋肉って、さっきもちらっと言ったかもしれないけど、筋肉って伸びに弱いんですよ。縮む分にはいいんだけど、伸びすぎるとちぎれちゃうんで、いちいち、大脳にお伺いを立てないんですよ。筋肉伸びすぎなんですけど、縮めた方がいいっすかって言ってる間に、筋肉がマジちぎれちゃったらやべえから、大脳の、なんていうか、詳しい、命令を待たないんですよね。だって、例えば、社長って、どうしたって、社長実は、水道閉め忘れてて、職場全部水浸しになっちゃいましたって。やべえじゃん、それね。社長、ちょっと命令下してほしいんですけど、蛇口閉めた方がいいっすかって、それやばくねなんていうか、いやいやいや、閉めろよ、みたいな。いちいち聞くなよ、俺に、みたいな。やばいことって、
いちいちこの大脳の命令待ってらんないんですよね。筋肉ちょっと伸びすぎちゃったみたいなんですけど、縮めた方がいいですかって。いやいやいや、縮めるよさっさとっていうことなんだよね。それが反射の本質だよね。大脳の詳しい命令をいちいち聞いてる暇はねえっていう、超危ねえから、もうさっさと危険を回避するように行動を起こせっていうのが、反射の、なんていうか、本質ですよね。で、簡単にね、屈筋反射も見ときましょう。屈筋反射っていうのは、皮膚にね、障害を引き起こす刺激。これはもう物理的な刺激でも、むちゃくちゃ熱いものでもね、何でもいいです。皮膚をもう傷つけそうな刺激に触れると、もうこれもね、大脳の詳しいお伺いを立てるまでもなく、ギャーンってね、手を引っ込めるような、反射が起こります。もうテストに出るのは1点だけで、さっきの室外圏反射と違って、感覚神経と運動神経の間に、感覚神経を構成するニューロンと運動神経を構成するニューロンの間に、介在ニューロンが挟まるってだけです。こっちの方が普通はノーマルなんだよね、本当はね。ここだけ覚えておきましょう。屈筋反射は室外圏反射と違う、屈筋反射は室外圏反射と違って、介在ニューロンが存在する。ではまとめです。今日は2つの脊髄反射を勉強しました。1つ目は室外圏反射。筋紡錘が筋肉の伸びすぎを検知して筋肉を縮めるような反射でした。その時の神経経路を反射球と言いました。屈筋反射は室外圏反射とは異なって、屈筋反射の反射球には介在ニューロンが、挟まっているのが特徴です。